朝の光が差し込むリビング。いつもと同じ静かな時間が流れています。定年を迎えてから2年が経ちました。時計の針の音だけがやけに大きく聞こえます。お父さん、朝ごはんですよ。妻のみつ子の声に、私はただ小さくうなずくだけです。新聞を広げても頭に入ってくるのは若い世代の活躍ばかり。自分の居場所がこの社会のどこにもないような気がして、つい目をそらしてしまいます。現役時代はあんなにせわしかったのに、今はカレンダーの白い余白が私を責めているように見えました。今日も予定はないな、ぽつりと言い訳のようにつぶやくのが日課になっていました。最近、体が重く感じられます。病気というわけではないのでしょうが、足取りが少しずつ鈍くなっているようです。以前ならすぐに片付いたはずの庭の草むしりも、今では少ししゃがむだけで腰に痛みが走ります。みつ子が心配そうな目で私を見ていました。お父さん、最近お散歩も行かないの？ああ、外に行ってもすることがないからね。そう答えて、私はまたテレビのリモコンを握ります。画面の中ではきらびやかな旅行や高級なグルメが紹介されています。どれも退職金の減っていく身には縁のないものばかり。お金を使わなければ楽しめない世界に私たちは生きているのだろうか。そう思うと外に出るのがますます億劫になりました。財布を開くたび少しだけ心が冷たくなるのです。週末、久しぶりに息子の健太が帰ってきました。居間で3人お茶を飲んでいるとき、健太が私の手元をじっと見つめていました。その視線に気づき、私は慌てて震える手を隠しました。何もしていないのに指先が少し震えていたのです。健太は何も言いませんでしたが、どこか悲しそうな表情でした。夜、台所から小さな話し声が聞こえます。お父さん、最近めっきり元気がなくて。みつ子の声が少し震えていました。仕事がなくなってからずっと家にいて笑うことも減っちゃったの。私は寝室の布団の中でその声を聞いていました。自分のせいで家族を心配させている情けなさと申し訳なさで胸が締め付けられます。かつては家族を支える大黒柱だった自分が今はただお荷物になっているようで、涙が静かにこぼれました。翌朝、健太が帰る間際、玄関で私を呼び止めました。親父、これ使ってないならあげるよ。手渡されたのは古びた万歩計でした。お金をかけなくてもできることって意外とたくさんあるよ。健太は優しく微笑んで帰っていきました。その日の午後、私は一人で古い引き出しを開けました。そこには何年も使っていなかったスニーカーがありました。ほこりを払い、足を入れてみます。少し窮屈ですが、確かに私の足をくるみ込んでくれました。外へ行ってみようか。お金を使わずにただ歩くだけなら誰にも迷惑はかからない。そう思い、私は玄関のドアを開けました。まずは朝の時間を少しだけ変えてみました。朝6時、まだ静かな街をゆっくりと歩き始めます。驚いたことに同じように歩いている人が
たくさんいました。おはようございます。すれ違う人が私に声をかけてくれました。自然と私も頭を下げます。挨拶を交わすだけで冷え切っていた心が少し温かくなりました。数日後、私は町の図書館へ足を運んでみました。現役時代は忙しくて入ることもなかった場所です。静かでひんやりとした空気の中に数えきれないほどの本が並んでいます。すべて無料で借りられるこの素晴らしい場所になぜ今まで気づかなかったのでしょう。私は歴史の本を一冊手に取りました。静かなベンチでページをめくっていると時間がゆっくりと流れていきます。お金を使わなくてもこんなに豊かな時間がここにはありました。さらに地域の市民センターの掲示板であるチラシを見つけました。シニア向け地域歴史散歩の会、参加無料。勇気を出して窓口で名前を書いてみました。翌週集まったのは同世代の男女10人ほど。ボランティアのガイドさんが普段通っている道の意外な歴史を教えてくれます。へえ、知らなかったな。隣にいた男性と自然に会話が弾みました。定年後は暇でねえ。私もですよ。お互いの境遇に深く共感しました。お金をかけずに同じ地域に暮らす仲間と出会うことができたのです。それから私の日常は少しずつ彩りを取り戻しました。毎朝のウォーキングはもう欠かせない日課です。万歩計の数字が増えていくのが小さな楽しみになりました。ある朝、いつもの公園でみつこと並んで歩きました。お父さん、最近すごくいい顔してる。みつこが嬉しそうに言いました。その言葉に私は胸が熱くなりました。みつこ、今まで心配をかけてすまなかったね。歩きながら私はそっと謝りました。みつこは少し目元を潤ませながら私の腕をそっとつかみました。お父さんが元気ならそれだけで私は嬉しいの。朝日を浴びながら2人で歩く道は何よりも愛おしく感じられました。お金など一銭も使わなくても大切な人とこうして笑い合える時間が何よりの贅沢だと気づいたのです。かつてのように現役時代の肩書きはもうありませんが、今の私にはこの穏やかな日常があります。今日も朝の光がリビングに差し込みます。私は図書館から借りてきた本をそっと閉じました。万歩計は今日も目標の歩数を指しています。お金をかけなければ楽しめないと思っていましたが、本当の豊かさは日常のごく身近な場所に隠れていました。挨拶を交わす近所の人、無料で読める何千冊もの本、そして一緒に歩いてくれる家族、どれもお金では買えない宝物です。皆さんの周りにもきっと素敵な居場所が眠っています。少しだけ靴を履き替えて外に出てみませんか。そこにはあなたを待っている新しい日常があるかもしれません。今日も良い一日を。